知ってる？ちょこっとだけ世界の見え方が変わるかもしれない話。今回は限界の先にあるもの、修行と悟り。一緒に覗いてみよっか。人はどこまで行けると思いますか？肉体の限界、意識の限界。その先に何があるのか。日本の修験道、タイの上座部仏教、チベット仏教、エチオピア正教で、荒行は今も行われています。例えば比叡山の千日、開放行。その中でも最も過酷な道入りは、9日間、断食断水、不眠不我。行者は入る前に首に紐を結びます。生きて出られなければ、これで、ということの覚悟の証です。彼らは自分を壊しているのではありません。感覚と意識を調整しています。脳の自分と世界の境界をかき消すために。これは単なる精神論ではありません。脳にはデフォルトモードネットワークという自分という感覚を作り続ける回路があります。ジョンズ・ホプキンズ大学の研究では、深い瞑想時、このネットワークの働きが実際に低下することが観測されています。生命体は命の危機に近づくと、脳の安全装置が解除されます。普段は見えない情報が大量に流れ込む。肉体のリミッターを外すことで、通常では知覚できない高次元のエネルギーや音を捉える。秘儀とされる無の状態に近いものです。それは宇宙への扉を叩き続けるためのもの。興味深いことに、臨死体験をした人々が語るあの光景と、修行者が語る扉の先は驚くほどよく似ています。精神科医リック・ストラスマンは、脳の消化体が極限状態で DMT という物質を分泌する可能性を指摘しました。DMT は脳が持つ最も強力な幻覚物質だと言われています。別名スピリットモレキュール。多くの修行者が宇宙存在と交信するために荒行を続けていると語ります。ヨガの語源はつなぐ。
何とつなぐのかといえば、意識と宇宙の根本原理だそうです。古代インドの賢者リシによると、宇宙からダウンロードした内容を記録したのが最も神聖なベーダ聖典だと言われています。ベーダとはサンスクリット語で知恵を意味する言葉。数千年にわたり文字ではなく口伝で受け継がれてきた聖典です。彼らが語る宇宙存在とは、空の上の存在ではないのかもしれません。それは別の意識や知性。心理学者ユングはこれに近い概念を集合的無意識と呼びました。個人を超えてすべての意識がつながる層があるという考えです。だとすれば、交信とは遠くの誰かとつながることではなく、もともとつながっていた場所に戻ることなのかもしれません。修行や儀式での音、呼吸、姿勢はすべてがアクセスコードです。自身の意識を切り替えるための。現代ではそれを短時間で体験する方法もあります。特殊な呼吸法。高濃度の塩水に浮かぶ装置。音響技術で脳波を瞑想状態にする技術。安全にその領域に触れる方法が研究されています。このフローティングタンクを発明したのは、神経科学者ジョン・ C・ リリー。彼はこの装置を使いながら、同時にイルカとの異種間コミュニケーションを本気で研究していました。人間以外の意識とつながることへの探求は、実は現代科学のすぐ隣にありました。人間の体にはまだ使われていない回路が多くあるようです。それを起動させる方法が修行でした。面白いのは、インドもチベットもエチオピアも互いに交流のなかった文明が断食反復する音、呼吸法というほぼ同じ手順にたどり着いていることです。答えが一つしかない場所にみんな別々の道からたどり着いた。でも厳しい修行のその先にあったのは一部の人だけの力ではありません。
悟りや覚醒とは、超人になることではなく、自分の弱さや不自由さを含めたすべてを、宇宙の一部として愛せるようになることなのかもしれません。そしてそのすべては、ずっと昔から一つの光から始まっていたのかもしれません。人はどこまで行けるのか。あなたが自分で限界を決めない限り、その答えはきっとどこまででも行けます。また一緒に静かに不思議がりましょう。次回、アマテラス大神光の継承。あなたは知っていますか？最後まで一緒に見てくれてありがとう。まだまだ話していないことがたくさんあるんです。ロマンを集めて、ここで静かに待っています。こんな物語がお好きなら、チャンネルを登録しておいてくださいね。また会いに来てくれたら嬉しいな。